皆さんこんにちは、あここです。今日はですね、ちょっとずっとやってみたかった、アトリエのツアーをやってみたいと思います。アトリエといってもですね、私のこの作業してるスペースはどのぐらいだろう、細長い小部屋になっていて、でこの右側が窓なんですけれども、そうですね、かなり細長いスペースになっています。こうするとわかるかな、こうするとこのぐらいの幅ですね。人一人ちょっとすれ違えるかなっていうぐらいの細いスペースにいろいろと物を置いて作業をしたり、こうやって YouTube の編集とかもこの部屋でしています。でですね、ちょっと今ルームミストをまず巻いてから始めたいと思います。最近お気に入りなのが、よいしょ、これは結構前に、うちの夫にもらったものなんですけれども、青山フラワーマーケットさんの、多分これはパフューム香水ですかね、なんですけど、すごく自然のお花のいい香りがしてずっと愛用してて、で最近ね使ってなかったのを最近思い出して、こんなのあったわと思って、でこれを体に振りかけるんじゃなくって、お部屋の中でちょっとこんな感じで3プッシュぐらいして、始めるとすごい気分がいいなっていうことを最近気づいたのでやっております。まず最初はですね、普段めったに YouTube では映さない方向の、一角ですね。左から右に向かってこう今机があるんですけど、ここの一角はね結構いろいろなんか道具類とかちょっと細々したものが置いてあったりとかします。でですね、この左の壁のところなんですけど、よいしょ、こんな感じで子供が描いた絵を飾ってくれって言われるので、ここだけっていう約束で飾っています。もうだいぶねいろいろごちゃごちゃになってきたので、またちょっと整理したいなとは思ってますですね。であと、この布をかぶっているこちらはミシンですね。ちょっとミシン自体は私もあんまりすごい得意ってわけじゃなくて、あんまり使う機会が今ないんですけど、子供が保育園に入った時にいろいろ作れたらいいかなと思って、購入したミシンになります。でたまに年に1回出るか出ないかっていうぐらいの、頻度になってるので、ちょっとどうしようかなとは思ってるんですけど、今のところはこの、ゴブラン織りの布に隠していい感じにちょっとやっています。はい。でこちらはですね、以前どこかの YouTube の中でもご紹介したんですけど、これはいろいろコードを入れている袋です。ここの中にこういう、MacBook とか iPad とか、そういったもののコードをこの中にしまっています。結構ね大きくて、でこれもちょっとこう織物っぽくって気に入っています。YouTube とかを撮ってるので今これ使ってるのはないですけど、ここのゴールドのプレートの上に、カメラを常にすぐ出せるように置いてたりとか、充電器とかメモリ外部メモリーとかっていうのをここに置いて、すぐ使えるようにした方が習慣としてはいいので、ここに置いて使っています。こっちはキャスターです。ちょっとごちゃごちゃなんですけど、本当に細々とした
刺繍で使う本当に細々とした道具があります。例えば接着芯とかそういったものとか、あとは、今これ読みかけの本とかこれから読みたいねって思ってる本を置いておくんですけど、この下にはレースウェディングベールとかで使えるかなと思っていろいろ集めてたレースがあったりとかします。そうで、本とかも読書の習慣をつけたいなって思って、こちらが今読んでる本と、あとはこれから読もうとしてる本っていうのを、常にすぐ手に取れる場所に置いておくことで、習慣にしようかなというふうに思っています。今のスペースの上の方の棚には結構ここら辺はどちらかというと私のめちゃめちゃ趣味のまあ全部趣味のスペースなんですけどキャラクターものっていうのをここに寄せています。ディズニーが好きなので、ここに美女と野獣のポット夫人と、ちょっと見えにくいんですけどチップさんですね。ドライフラワー入れて、あと辺のちっちゃい棚にあるやつもそうですね。積み木のディズニーの置物があったりとか、あとは旅行で買ったものとか、雑貨屋さんで買ったものとか、いただいたものとか、あとは鉱物が結構好きで買いたくなってしまう、こういうね、結構これ柔らかい石なんですけど、薄いブルーがすごい綺麗だなと思って雑貨屋さんで買ったりとか、こういったガラスにこういう模様とかが装飾されてるやつがすごい大好物でこういったものも見ると欲しくなりますね。とか、あとはよくつけるアクセサリーをちょっとディスプレイしてみたりとかしています。で、もうちょっと右に行くと、本があったり、洋書、アンティークの洋書とか、すごい見るだけで心が癒される系の、写真集とか作品集とか、あとは尊敬する方の書いた本とかが置いてあります。で、ちょっとだけ自分の作品も飾ったりとか、で、あとここら辺にあるキャラクターもので言うとハリーポッターですね。ハリーポッター大好きなので、これは雑貨屋さんで見つけて、最初は息子が欲しがったんですけど、これハリーポッターに出てくるヘドウィグの人形で、子供はすぐ飽きてしまったので私が、もらいましたで、あとは、これがハリーポッターの、すごいこれ可愛いんですけど、ガチャガチャ、あんまりガチャガチャ自分ではやらないんですけど、これはね、落ちた。知ってますかね。クディッチっていうハリーポッターの中でやるほうきに乗るスポーツなんですけど、そのクディッチのセットが取れたので飾っていたりとか、あとほうきを飾ったりとかしております。この辺はね、かなり趣味のスペースです。で、その上行くと、ちょっと上はね、まだあんまり作りきれてないので、かなり資材置き場っぽくはなってるんですが、1個あるのは、昔教室で習ってた時に作った作品とか、これはですね、私の結婚式の時に夫がサプライズでプレゼントしてくれた手作りのティアラです。なんかすごいですよね。そう、これは大事な記念として飾ってます。で、この辺はよく YouTube でも出てくるカットかなと思うんですけど、
作業のメインのスペースになってますね。いろいろあって、今ちょっと図案で隠れてるんですけど、目の前にはいつもこの絵が飾ってあります。この絵はですね、井上家さんっていう、ご家族で絵描きをされている方がいらっしゃって、その方に描いていただいた、私が実家で飼っていた、シェルティのワンちゃんの、肖像画です。もうだいぶ昔に亡くなってるんですけれども、ここに描いてもらった原画を、購入させていただいて、飾っています。でこの絵の裏にあるのがこのなんていうんだ、いっぱい刺すところがあるコードのやつですそうでこれは本当に普通のプラスチックの白とか黒とかそういうのじゃなくって、この木に馴染むやつがいいなと思ってめちゃめちゃ探して見つけたお気に入りです。何口ぐらいあったかな、5個ぐらい刺せると思います。なので、なるべくこうアトリエの生活感は出したくないなっていうのもあるので、なるべく馴染む色でこんな感じで、充電するときは刺しています。これはですね、刺繍をする時に出た糸くずをちょっと貯めてみてます。個展の準備をしてるんですけど、なんかね、この個展の作品を作ってる間に出たこの糸の端っこを集めたらどのぐらいになるんかなっていうのを一応ね貯めてみようと思って、最終的にはなんか捨てようってなるかもしれないんですけど、一応ね貯めてみて、ちょっとどのぐらい貯まるかっていうのをやってみてます。これもお気に入りなんですけど、よいしょ、これもいつもよく行くアンティーク屋さんで購入させていただいた伊万里焼なんですけど、イギリスの、アンティークのポット、もともとはミルクポットだったのかなです。で今私はこれを、よく使うペンとか刺繍のこのかぎ針とかハサミとかたまに筆とか使うんですけど、それを収納するものに使っています。これもしかしたら前もご紹介したかもしれないんですけど、昔フランスに行った時に買った、蜂蜜の瓶なんですけど、今はですね蜂のマークがあって、子供とか夫がプレゼントしてくれたお花をドライフラワーにして、ちょっと、葉っぱとか子供がね公園で拾ってきてなんかプレゼントしてくれたやつとかをなかなか捨てられずにいて、この瓶に収納してます。結果的になんか乾燥させてから入れてるので、なんかポプリみたいな香りがするんですけど、なんかそれの思い出の葉っぱとお花シリーズが入っている瓶になります。はい。で、ここのお気に入りの中でも特に、ご紹介したいのがこちらですね。鏡。もうよく YouTube のメイキングでも映ってるのでご存知の方も多いと思うんですけれども、鏡ですね。可愛いんですよね、これね。めっちゃカメラ映ってますね。これも、アンティーク屋さん、さっきのミルクポット買ったところと同じところで、購入させていただいたもので、これもね、フランスだったかな。手で絵が描かれた。すごい可愛い。形も可愛いし、このちょっとブロンズっぽいゴールドも可愛いし、絵柄も可愛いし、っていうところで、全然ね、ミラー買うって思ってなかった日だったんですけど、可愛すぎて買ってしまいました。買って後悔はしてないやつですね、これは。あとは、この壁のところは、作った作品をちょっとペタって貼ったりとか、気に入った、
ポストカードとか買ってきたやつを、飾ったりとかしてます。これは昔 YouTube でメイキングを出した、息子の乳歯入れ、抜けた歯を、包んでしまうためのものですね。ちょっとドライフラワーを刺してみたりして、はい、これも昔夫にもらったお花かなから一輪取って、やっています。はい。で、この辺のスペースも結構、こうやって写すと、なんか、ごちゃごちゃしてますね。なんか自分ではちょっとわかんないんですけど、そう。で、この刺繍の作品に関しては、私が刺繍のアクセサリーを作ってた時に、ロゴにしてたものです。ハープとスミレの花、スミレの花をあしらったこのコットですね。ハープがモチーフになっていて、ラ・ブロドリー・シャントっていう、名前のブランドだったので、そのロゴをモチーフにした、刺繍作品を作りたいなと思って作ったものです。こうやって寄ったらわかるかな。結構ね、ぷくってなってて、この琴の部分も森ってなってて、お花も立体的に花びら1枚ずつ刺繍をして、作ったものになります。結構ね、キラキラしてて、個人的にもお気に入りの作品です。で、その上に飾ってあるのが、季節柄あれなんですけれども、クリスマスにね、毎年1個ずつ作っている、作品です。多分真ん中のリースが一番最初で、右のろうそくが去年っていうか一昨年か。で、左のリスが前回のクリスマスの時に作ったものです。なんか、いつの間にか恒例行事みたいになっています。作業のメインスペースの上のところは、左から右まで、画集とか、お気に入りの本とかが入っています。時々ね、手に取ってインスピレーションを受けたりとかするためのスペースです。で、この前2つのこの CD なんですけど、こちらはですね、YouTube ご覧になっている方は、見たことある方もいると思うんですけれども、リラダーグさんっていう、北欧のスウェーデンで、作曲家をされている林イグネルさゆりさんが、手掛けている CD になります。リラダーグさんの大ファンなので出た CD は全部購入させていただいてるんですけれども、パッケージもね、すごく可愛くて癒されるので、飾ってます。はい。で、このね、アジサイのドライフラワーなんですが、こちらもですね、先ほどいろいろお見せしたアンティークを買ったお店の、店主さんが、プレゼントしてくださったものです。すごいね、綺麗なブルーとグリーンと、で、ちょっとこの茶色く、色が変わった部分っていうのが、すごく素敵なアジサイなので、飾らせてもらってます。はい。で、この辺の一角は、前回か前々回の動画で、刺繍糸の収納をご紹介した時にもちらっと出たので、ちょっと見たことある感があると思うんですけど、刺繍のね、糸を収納しているところと、小物をちょっと置いたりとか、で、この丸い箱は、刺繍とか、手芸道具、ハサミ、でっかいハサミとか、そういったものを入れてる、箱になります。で、壁の奥の方には、この鳥さんのやつは、フックは、昔フランスのパリに行った時に買ってきたお土産なんですけど、それを壁に取り付けて、で、刺繍の枠を飾ってというか、ここにしまうようにしています。大きいものからちっちゃいものまであるので、その時の作品の大きさとか、用途に応じて、描いていってる感じです。はい。はい。で、最後が、このメインビジュアル。私もかなりお気に入りで、かなり大きな、なんて言うんですか、重機
家具なんですけれども、家具がですね、アンティーク屋さんで購入をした、ビューロー、この蓋がついてる机っていう感じです。こういった形で、もう鍵はないんですけど、こうやって開けると机になるで、普段は開けてるんですけど、こうやって閉じて、でこの下のね引き出しも可愛くって、ちょっと手持ちですいませんって感じなんですけど、これ分かりますかね、この猫足でなんかこの鳥がねボール持ってるみたいな形なんですよ、足が。面白くないですかこれ。見えない、ちょっとうまく撮れてるかわかんないんですけど、そうこういうのとか、こんな感じで装飾がめちゃめちゃ綺麗で、ほんとその当時の人の技術っていうのが垣間見えますね。ちょっと手ぶれしないようにって思ってるんですけど、すごい。でこの辺はもともと作ったウェディングのアクセサリーを収納してたりとか、こんな感じでビーズの収納してたりとか、この下とかもね同じ感じで道具使ってる道具っていうのを、収納させてもらってます。で普段はこんな感じで、開いてます。でビューローの上はですね、まずこの壁のところは、これファブリック布なんですけれども、このね星座図、アンティークの星座図が好きで、なんかいいのないかなと思って探してた時に、布でねこれ販売されている海外の、サイトがあったので、そこで購入をして貼っています。いつかねこの星座図を全部刺繍で作ってみたいなって思ってたりするんですけど、またそれはねおいおいやっていきたいなと思ってます。で、実際にビューローの棚の上ですね、ドーム型のガラスに入っているやつはクジャクを作って、でゴツゴツした岩の上に飾っているっていうオブジェです。こちらの2つはですね、左側は、イタリアのベネチアに行った時に買った、マスクです。アーティストさんが作ったもので買いました。で、右側が、私が何年前だろうな、もう7年8年ぐらい前だと思うんですけど、その時に作った刺繍の、コスチュームジュエリーですね。こちらはですねコンテストに、応募させていただいて佳作をいただいた作品になります。なので一度ね上野の美術館でも展示していただいたんですけれども、思い出の品です。もともとねこれ水色だったんですよ、お花の部分が。なんですけど経年変化でね色がちょっと抜けて、今なんかティンカーベルみたいなグリーンになってるんですよね。でこれはこれでね個人的には、気に入っていて、今も飾っています。はい。でこの辺もねまだまだこれから可愛くしていけそうだなと思ってるんですけれども、ノートを置いたりとか、あとはこのガラスペンですね。ガラスペンは北海道に前に行った時に、購入させていただいたもので、この横にあるのがそのペンのインクですね。いろんな色のインクっていうのがその時あって、全色ね、はいお土産としてっていうところで、購入して、でまだねこれのガラスペンで遊びきれていないので、やりたいなと思って置いているところです。でこのガラスペンを置いてるこのペン立てもこちらは、アンティークのものです。よい
いしょ。これもね、ちょっと下に入れる瓶を探してはいるんですけど、ほら、これ。ここの下にね、入れる瓶を探そうと思ってるんですけど、すごくね、かわいい、かわいい。このね、ペンでね、インク、こうやってちょんちょんってつけて、やるためのやつです。めっちゃ可愛くないですか？そう。これの瓶も探してるんですよね。はい。というわけでですね、いつもこういった形で作品作りをこの場所でやっています。いつもね、YouTube だと一部分しかお見せできなかったので、今日はできる限り、ご紹介させていただいたので、まだまだね、これからもいろいろメイクオーバーしていって、いろいろ小物を追加したりとか、ちょっと DIY とかしてみたりとかするかもしれないので、今の時点のアトリエっていうのを記録として残してみました。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。